he can, yeah, land upside down. Yeah. That is very Yeah, good. so it's a はい、皆さんこんにちは。オンライン英会話で英語の勉強してますみなです。今回はですね、初心者はこういうのが言えないんですっていう紹介の動画です。冒頭でお話ししてたやつあれ、単語帳のことについてよくお話しするビビアン先生に話をしてたんですけど、過去にカナダにね、語学留学に行った時の単語帳が出てきたんですよ。ね、なかなかの年季なんですけど、だからね、今の私よりもさらに初心者の頃の私が当時言えなかった英語が書いてあるわけですよね、その単語帳に。今思えばね、私何年初心者やってるんだろうね。いいや。でもね、初心者の定義ってね、結構難しくないですか？私的な初心者はもう本当にハロー、センキュー、ソーリーとかが言えるみたいなね、方も初心者だし、今の私みたいになんとなく日常会話はできるけど文法めちゃくちゃだし、知ってる単語だとか言葉の言い回しも少ないみたいな私のことも初心者っていうしね、すごい初心者って幅が広いなと思ったわけですよ。ちなみにね、語学留学に行ってた時の私の語学力って中学生のね、英語の文法テキストみたいなあれについてくる、ちっちゃい小テストみたいなあれの50点分ぐらいは取れる。あとはTOEIC が2、300点で、喋るとなるとハロー、センキュー、ソーリーとかに加えて旅行で使う系のはね、結構練習したんでちょっとは言えたんですよ。例えば This one please とか、あとは Could you tell me the way to the toilet? Post office station とか、教科書で中学校の時やりませんでしたこれね。すごい覚えてて、であとはI want to なんちゃらとか、あとは Can I とか、そんなんは言えたんですよ。ただ例えばね、スターバックスに行ってこれくださいって言って、そしたら店員さんがね、フレンドリーに話しかけてくれるじゃないですか。で何言ってるか分かんないからニコニコしてねセンキューで終わっちゃうみたいな、これが語学留学に行ってた時の私、今よりもっと話せなかった時の私ね。なかなか辛かったですよ。すごいね、親身に話しかけてくれてるのに答えられないし、何言ってるか分かんないし、辛かったな。で今回初心者はこんなん言えないんだっていうね、お話をするんですけど、内容がね大きく分けて3つあります。こんな感じです。これは知らないと言えないよねっていう言葉、再発行とか、保険金とかそういうのに加えて、あと日常系、今夜誰来るか知ってるみたいな。で3つ目が子供でも言えるようなやつ、それユニクロにあるよとか。はい、というわけでね、単語帳の1ページ目ですよ。1ページ目がね、いきなりこれリッシュ、これ再発行なんですけど、ここに書いてあるわけですよ。すぐに再発行していただけますかって、書いてあるんですけど、突然ね1ページ目が再発行なわけですよ。でこれなんでかっていうと、ちゃんと理由があって、私ねカナダのトロントのね図書館で盗難にあったんですよ。カバン丸々取られちゃって、この動画でお話ししてるんで、またちょっとぜひ見てみてください。ほんでその時にね、いろいろ言えなかったわけですよ。それが悔しくって、その日から言えなかったことを単語帳に書いて、言えるようになろう、覚えようと思って始めたのがこの単語帳だったんですよ。というわけでね、最初らへんは盗難にあった系のが続くんです。これパーッと読んでいくと、手続き、ビザを入手する手続きはどうしたらいいですか？保険金請求する、カバンを盗まれました、盗難証明書を書いていただけますか、私の責任ですみたいな。私の責任ですってやつね。盗難にあって辛いところをね、学校行って友達とか先生に聞かれるじゃないですか。でもなんて言っていいか分かんなかったんですよね。でその時に、私の責任だよみたいなことをきっと当時の私言いたかったんですよ。これで言えなかったから、ここに私の責任です、 It's my responsibility って書いてるんですね、これきっとね。って
やつからのね、急にここから日常系です。ね、さっきの私の責任ですのコーナーの次が、私のコートは邪魔ですなってるんですよ。教室がね、すごい狭かったんですよ。語学学校のね、教室がすごい狭かったから、冬に行ったんでね、コート置いてて、あ、ごめん、私のコート邪魔だよね、みたいなことを言いたかったけど、多分言えなかったから、ここに、私のコートは邪魔ですって書いたんですよね。この他には、思いのほか二日酔いにならなかった。全部で6人いました。そのうちの1人が泥酔しました。ラーメン食べて酔い覚めた。いや、これ、確かね、飲み会があったんですよ。で、今さっき言ったことが、学校で、先生に聞かれた時とかに話せなかったんですよね。で、続いてね、頑張れ何があったんだろうって感じでね、頑張れがシンプルに言えなかったんですよね、きっと。ほんで、次は、お会いできるのを楽しみにしています。ここで働くことに慣れてきています。で、私、カナダで働いたことないんですけどね、多分この、何やらに慣れてきてるみたいなのが言いたかったけど言えなかったんです、これ。じゃ続いてね、何でもいいよ、何食べたい気分？今夜誰来るか知ってる？私は P1 クラスがエレインのクラスに変わりました。多分これ普段何気なくね、こういうの使ってると思うんですよね。こういうの皆さんパッと英語で言えますか？私当時言えなかったんですけど、もちろん書いてるからね。でも今も言えるかどうかって言ったら、パッって言わなきゃいけない状況になったら、やや怪しいのではないかと。こっからはもっとシンプルなやつなんですよ。日本語だとね、3歳のうちの息子でも言えるようなことが英語になると全く言えなかったんですよ。こんな感じです。どうぞ。それはユニクロにあります。それはダンダセ駅の近くにあります。それはユイが知ってます。それはユイが持ってます。今日はユイを見てないよ。からの先週花火があった。周りで何かが飛んでる。ね、皆さん言えますかこれ。いや、ほんとね、普段こうパッて言ってるようなやつがもう全然英語だと出てこなかったんですよね。はい、といった感じでね、初心者はこういうのが言えないんだよっていうのをご紹介しました。もちろんね、こんだけあるから忘れてるのもね、いっぱいありますけど、結構ね、覚えてたんですよ。ただ、問題なのはこの時私が書いたやつがね、本当に合ってるのかなっていうことですよ。当時の私、ここ自分で調べて自分で書いてるだけだったから、これをね、添削してくれるっていうか、合ってるかどうかを見てくれる人がいなかったから、これのちゃんとした答えが謎のままなんですよね。でも、その中でもね、これおかしい使い方してんな、私、みたいな間違いに気づけたことがね、その5、6年前の留学してた私よりちょっと成長をね、やっぱりしたんだよなっていうのを今回ちょっと気づけて嬉しかったです。さすがにね、5、6年も経ってるし、オンライン英会話もね、1年半以上、頑張ってるから、ね、さすがにね、ちょっと成長してないと、良くないよね、なんて思いながらも、良かったです、気づけてね。っていうかね、当時の私、多分考えすぎなんですよね。なんて言うんだろう。例えば、あなたは私たちが何時にどこに行くべきか知ってますか？っていうのが言えなかったから、ここに書いてあるんですよ。で、それでね、英文のところが Do you know what time and place we should go? って書いてあるんです。これ合ってるかね、わかんないんですけど、ただ、別にこんなね、一文にしなくっても Do you know where we have to go? みたいな。で、答えが来たら What time? って聞けばいいと思うんですよね。ただ、当時の私はこれを頑張って一文で言おうとしてたから、あってなって言えなくてこの単語帳に記したんですよね、きっと。はい、といった感じで今回はこんな感じでございました。初心者が言えないんだよってやつだったんですけど、最後にね、この単語帳について、単語帳は何かを説明しているオンライン英会話の様子を、最後に載っけておくので、これよかったらご覧ください。ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。